16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は和式対洋式、どっちが、体にとっていいの、特に肩こり、腰痛、膝が痛い方にとってどっちがいいのっていうお話をしていきたいと思います。2つのシチュエーション、場面を想定して考えてください。一つはこのように、こたつに座卓を使って座ってしまうとき、もう一つがテーブルと椅子を使って食事や、いわゆるデスクワークやするとき、このようなテーブルと椅子というシチュエーションと、もう一つが寝るときですね。畳に布団を敷いて寝るときと、ベッドにマットレスを敷いて寝るとき、この洋式と和式っていうのを比較して今日は考えてみましょう。 M さんは食事をするとき、こたつ派、テーブル派、どちらですか？僕は床に座ってゆっくりくつろぎたいのでこたつ派です。こたつ派ですか？冬はやっぱりあったかいですし、夏はこたつ布団を外してそのまま座卓として使ってます。使ってるわけですね。どうしても下にいる生活ですね。年中床に座ってる感じですね。はい、今はまだ年齢が若いので、それほど体の負担にはなっていないかもしれません。でもこれから年齢を高くなっていくと、よりこの体に対する負担というのは増えていきます。もちろん若くても今から、下に座る和式がいいのか、ちゃんとテーブルを使う洋式がいいのか、認識を持っていただいて、より良い姿勢を心がけていただきたいと思うわけです。今日はこの細かい条件について、そしてなぜそれが悪いのかというお話をしていきたいと思います。まずですね、このこたつ、下に座ってしまった時、テーブルに座っているよりどれだけ負担がかかるかということをお話します。こちらの図をご覧ください。どうですか？いつもこんな形じゃないですか？確かにやっぱりあぐらをかいて背中が丸まってるかもしれないですね。例えばお酒を飲んで、お友達と家でお酒を飲んでしまって、長い時間下に座ってしまうような時、結構こういう姿勢になってるかと思うんですよね。そんな時ってどこかが痛かったり不具合だったりしませんか？やっぱり腰は痛いなって思います。腰がだんだん痛くなってくる。そんな時どうしますか？やっぱり立ってストレッチしますよね。体を動かしますよね。立ちたくなるということは、座ってる姿勢がきつくてパッと楽になるってことが分かってるから、それをするわけじゃないですか。すなわち悪い姿勢だってことに実は気づいているわけですね。具体的になぜ悪いかというお話です。あぐらをかいて背もたれのないところで座ってしまった場合、このような不良姿勢になっていることが大半です。まず上から見てみると、どうしても頭が前に行きますよね。頭が前に行ってしまうと、まっすぐにしている首の姿勢ならたった4キロの頭を支えればいいのに、姿勢が悪くなって頭が前に行ってしまうと、7センチ前に頭が行くだけで頭の重さは4キロから20キロに増えるんですよ。20キロって普通お米だって持てないぐらい重くないですか？結構重いですよね。20キロを支えてるんですよ。これ相当首に負担がかかってますよね。この20キロを支えるためには首に非常に負担がかかる。それがひいては肩こりや首の痛み、首から来る頭痛につながっていくわけですね。首に大変負担をかけます。そしてどうしても下に座ると良い姿勢でピーンと座ってる人なんかいないじゃないですか。骨盤が後傾といって骨盤が倒れ、腰椎っていって腰が後ろに、後腕という腕曲が後ろ向きになってしまうんですね。この後腕姿勢になると腰椎、腰に大変負担がかかります。立っている時と座っている時では 1.5 倍ぐらい腰に負担がかかるとも言われていますが、そのぐらい
このような不良姿勢では腰を痛めているという認識を持ってほしいんです。そして最後に3番目、膝関節。座ることで膝に負担をかけてるって知っていましたか？特に膝は気にしたことなかったですね。どうしてもあぐらで座ってしまうと長時間膝を曲げて座っています。膝の中には細かく見るとですね、膝っていうのはお皿の骨がありますが、上には大腿骨という太もも、膝下には脛骨という骨があるんですが、この骨と骨の間には半月板という大事な軟骨があります。この半月板があぐらの姿勢をとると、実は内側の半月板がぐーっと骨に押されて非常に固まってしまって圧がかかってしまうんですね。それでなくてもスポーツや怪我で半月板を怪我した方や高齢になってだんだん半月板が変形している方にとっては、この挟み込み現象、そして同じ状態でずっと座った後に初めて立ち上がろうとした時には半月板がぐいっと上から押されてしまうので、よりこれを傷つけてしまう可能性があるんです。椅子から立ち上がるのには負担がかからなくても、下から高いところに立ち上がるためにはとっても大きな力がいる。長く座れば長く座るほど立ち上がりの時にふらついてしまうと、よりこの半月板を痛めてしまうんです。なので膝も非常に負担がかかる。上から見ると首、骨盤、腰、そして膝、いずれにも和式に座るというだけでさまざまな負担がかかってくるわけです。いかにあぐらをかいて下に座ることが悪いかっていうのを分かっていただけましたか？よくわかりました。上から下まで体に悪そうですね。そうです。そこで今度は椅子です。洋式スタイルにしていただくと、頭に対して背骨がまっすぐ、そして骨盤から足、そして膝までがとても良い姿勢を維持することができるわけです。テーブルが高ければ当然目線も下がらずになるべく前が向けるし、首もまっすぐと軸が整い、腰も後ろに湾曲することなく生理的な前腕といって前の湾曲を保つことができると、腰や骨盤に対する負担も減ります。膝はもちろんのことながらまっすぐ下ろすことができれば、半月板にかかる負担、ひねり、ねじれが起こらないので負担が減ります。いかにこの姿勢の違いがあるか分かっていただけましたか？はい、全然違いますね。テーブルとこたつ、どれほど首、腰、膝に負担をかけているかを知っていただければ、怖くて下に座ることできなくなるんじゃないですか。まずはこのテーブルと、こたつについての違い、和式洋式の違いを説明いたしました。こたつとテーブル、和式と洋式の違いということについてご理解いただけたかと思うんですが、次は寝る時の寝具についても同様に和式と洋式を比較してみましょう。こちらをご覧ください。畳にお布団を敷いて寝る和式派、畳ベッドにお布団を敷いたり、または洋風のベッドにマットレスを乗せたり、洋式派、大きく分けると2つありますよね。M さんはどちらですか？僕は寝る時も畳に布団の和式派です。きっと和式がダメだと処理されるんでしょうね。まあ M さんね、まだ若いので首や腰という背骨も変形もないし、膝も痛めてないということでは健康体なので、全く問題なくここから毎朝起きたり毎晩寝たりっていうことが可能だとは思います。でも実はこれ365日1年1年負担をかけ続けていることになっているんです。なぜ負担がかかるか予想ができますか？やっぱり起きる時に力が必要だからですかね。
寝起きですよね。寝起きの動作という一点においては和式と洋式では負担のかかり方が異なるわけです。実際にこれイメージしてみてください。畳床に、直々にお布団を敷いている。ここから立ち上がる起き上がるとき結構な労力いりますよね。結構毎朝よっこいしょと起き上がってますね。でどこかに手をついたりとかなんかちょっとこう捕まったりとか、特に寝ぼけているはっきり目が覚めていない時などは危なかったりもするわけです。それが中高齢者になればなるほど、首や腰背骨の変形が始まったり膝の変形が始まったりして、または筋肉がなくなることでその動作がスムーズに行えない場合はこの危険度が増えるわけですね。一方洋式の場合、決して畳が悪いわけではないんですよ。畳ベッドってあるんですね。足があってある程度の高さが確保できれば畳ベッドにお布団、これは悪くない選択肢なんです。要は洋式のベッドにベッドフレームにマットレスを敷いて寝るのと何ら変わりないわけですね。人間のこの動作という観点からすると、実際にベッドから例えばビジネスホテルや旅行などで、ホテルに泊まった時にベッドに寝た時朝起き上がるのどうですか？確かにそういう時は楽に起きれますね。体を横に向けてそのままスッと起き上がることができると思うんですよ。それは首や腰や膝には決して負担をかけない動作になってきます。ですのでポイントは何ですか？高さですね。そうなんです。この床からの高さ、この高さこそが一番重要な和式と洋式の違いというふうに考えてください。少なくともこれは整形理解的にはとても強調したい重要なポイントになります。毎日毎日寝ない人はいないですよね。眠る動作、そこに眠りに行くとき、朝起きてそこから眠りの場所から出るとき、必ずこの動作が毎日必要になってくる。365日楽にその動作を行うか、毎日毎日負担をかけながらその動作を行うか、蓄積すれば大きな差になるわけです。ぜひこれからはこの床に直接引くタイプではなく、床から高さのある畳ベッドや洋風マットレスベッドを使うことによって首、腰、膝いずれにも負担をかけない生活をしていただければと思います。今日は和式と洋式ライフスタイルに関して、テーブルやこたつなど食事をするようなシチュエーション、一方で寝るとき、毎晩の寝るとき、この2つのシチュエーションについて和式と洋式を比較してみました。どうですか？お母さんや家族にもどんなスタイルを紹介したいですか？やっぱり和式がこんなに体に負担がかかっているなんて思ってなかったので、ぜひこれから洋式にチェンジしたいと思います。いいことですね。本人だけでなくご家族を含めてどんなスタイルで生活するか、中高齢になったことも含めて考えて今からより良い選択をしてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。